ここに S 字カーブを入れることでコンパクトな作品と思えないゆったりとした時間と空間が生まれてるんです。皆様こんにちは。地理学出身、そして街の息遣いをジオラマで表現するアトリエモリジです。今回ご紹介するのは劇団サンポールさん所属のボシさんが制作された成田山へ踏切。踏切だけがテーマでそこまで楽しめるのかしら、そう思ったあなた、その答えはね、もちろんはいなんですけども、ご覧いただければわかりますよね。ぜひ最後までお付き合いください。子供たちが喜びそうな仕掛けとか、誰もが見入ってしまう空気感、きっとその印象が変わるはずです。しかもですね、この作品は実在する風景をモチーフにしつつ、ボシさんならではのアレンジを加えたジオラマになってます。東京ジオラマ展で撮影した映像とともにその魅力を紐解いてまいります。最後にはこの作品が見られるイベント情報もお届けします。ボシさんの YouTube チャンネルなど各種 SNS リンクは概要欄に貼ってありますので、そちらもぜひご覧ください。それでは早速再現地をご紹介してまいりましょう。メンバーシップを始めました。詳細は概要欄をご参照ください。作品のモチーフになったのは千葉県印旛郡酒々井町を走る総武本線南酒々井駅から榎戸駅の間、総武本線と東関東自動車道が交差する付近、南酒々井駅側の森の中にある小さな踏切、成田山へ踏切です。南酒々井駅側から見るとですね、こんな感じで雑木林を下る道の中に踏切があって、一方の榎戸駅側から見るとこちらもですね、道路が踏切へ向かって穏やかに下っていることが分かります。最初は谷地なのかなと思ったんですけど、国土地理院の地形図を確認してみると、踏切付近のこの場所をご覧ください。ここですね、切り通しの記号があるんですよ。さらにここには標高 30m の表示もありました。周囲の標高 30m 以上のところ色分けしてみたんですけど、どうやらですね、谷地の地形をベースに切り通しが作られた場所みたいなんです。こうやって見るとこの地形、ちょっと水の流れ感じませんか？まあでもね、こういう話ってメンバーシップでじっくりやります。気を取り直して現地のお話に戻ります。ボシさんはこの風景を東関東自動車道から踏切周辺にかけて一つのジオラマとして見事に再現されたんです。今回ご紹介する作品は幅 600mm、奥行き 300mm っていうめっちゃコンパクトなサイズで制作されています。一見するとですね、そこにあるのは踏切と森、建物らしい建物はほとんどないんです。でもですね、実際に作品を拝見すると不思議なほど大きな空間を感じるんですよね。その理由は単純に情報量を増やしたからではなさそうなんですよ。限られた空間の中で何を見せるのか、そしてあえて何を見せないのか、その配置の工夫がこの作品の大きな魅力になっています。まず注目したいのがこの正面側の構造です。一般的にジオラマって手前側を開けて奥へ視線を伸ばしたくなりますよね。僕もいつもそうしてるんですけど、でもね、ボシさんは 600mm の長手方向のほぼほぼ全て、しかも両側森を配置されてるんですよ。つまり森そのものがジオラマの壁として存在してるんです。そしてその壁には小さな穴が開けられていて、実はね、この仕掛けが冒頭でお話しした子供たちも楽しめるギミックなんです。覗き穴から覗くことでですね、まるでジオラマの中に入って住民の目線で風景を眺めている、そんな体験ができます。とはいえですね、実際の現地は林の中なんでこの視点を眺める人っておそらくいないと思うんですけど、じゃあここで皆様もご一緒にこの覗き穴からジオラマを覗いてみましょう。いかがでしたでしょうか？こういうの楽しいですよね。実はこのアイデアめっちゃ素晴らしいって思ったんで、僕もね、新作で挑戦してみたんです。その悪戦苦闘というか制作の様子は後日メンバー動画でご紹介します。そして面白いのがこの森の壁が単なる背景じゃないってことなんです。ジオラマの両側を閉じることで内部にはこんな感じで谷間のような空間が生まれてるんです。見える範囲を限定することで逆にその奥に広がる景色を想像させてくれるんです。だからこそこの小さなジオラマが実際以上に広く感じられるのかもしれません。この作品でですね、個人的にぜひ皆さんに見ていただきたい場所があるんですよ。こちらの成田屋の跡地なんですけど、実際の現地には成田屋っていうお店とか建物はないんです。ボシさんはかつてここにお店があった、そんなストーリーを加えられたんです。残された基礎コンクリート、そしてね、よく見ると店舗部分と思われるタイルの床まで再現されてるんです。
あれちょっと今編集してて気づいたんですけど、これ止水線なんですかね。いやね、こういうね小さな痕跡があることで単なる風景じゃなくって、ここには以前暮らしがあった、そういう物語が生まれてくれますよね。さらにその横にはトタン小屋と自動販売機。地方の道沿いでこういうのって実際にありそうですよね。こうした星さんならではのアレンジが作品に息遣いを加えています。次に注目したいのが線路の配置なんです。桜駅から単線になった総武本線は、この場所では榎戸方面に向かって右に緩やかにカーブしてるんです。作品では線形をアレンジして緩やかな S 字で再現されてます。ジオラマで線路を直線的に配置しちゃうとどうしても単調になっちゃうから、僕いろいろ置いてごまかしてんですけど、ここに S 字カーブを入れることで車両が正面だけじゃなくて側面も見せながらゆっくりと進んでくれて見てて楽しいですし、このカーブのおかげでコンパクトな作品と思えないゆったりとした時間と空間が生まれてるんです。しかも建物が少ないにもかかわらず物足りなさを全く感じないんですよね。その理由の一つとしてこの S 字カーブがあるんじゃないかなって僕は思ってます。さらに注目したいのがカーブの向きが切り替わる位置。この位置決めがめっちゃ絶妙で、ボシさんのセンスが光ってるんです。現地の画像とジオラマの画像を見比べてみてください。現地そのまんまに感じません？実はこれですね、踏切の位置でカーブの向きが切り替わってるからなんです。こうやって見るとほんの少し線形を工夫するだけでコンパクトなスペースでも豊かな空間が生まれるってわかるんですけど、とはいえですね、なかなかこれって誰でもすぐにできるようになるもんじゃないですよね。続いてご紹介するのがこちらの東関東自動車道水戸線、略して東関道の橋です。作品でも総武本線と東関道はこの場所で立体交差しています。ボシさんはですね、その橋をジオラマの中に大胆に取り入れてて、橋全体を再現するんじゃないんですよ。南止水駅側の欄干と路肩付近までの道路の一部を再現する、いわゆるかち割りになってるんです。こうやって視線を下げて背景があると橋が途中で切れてるって感じしないですよね。むしろこの橋がジオラマにあることで奥にもまだ風景が続いているような、そんな錯覚を覚えます。僕も昔福島交通飯坂線と東北自動車道が立体交差する場所をジオラマにしたことがあるんですけど、同じような表現取り入れたんですね。やっぱり全部作んなくても見せ方を工夫することでその先の風景まで想像していただける。今回もたくさん勉強させていただきました。僕ももっと精進します。そして最後にぜひご覧いただきたいのがこちらの雑木林です。ボシさんの作品は森の表現も本当に素晴らしいんです。フォーリッジクラスターをメインで制作されてるんですけど、それでいてこの立体感、ご存知の方も多いかもしれないんですけど、この樹木表現はボシ森って呼ばれるボシさんが考案されたオリジナル表現です。僕も何年か前に教えていただいて作品で挑戦したことがあります。遠くから眺めても近くで見ても雑木林らしい自然な立体感、ボコボコ感がしっかり伝わってきますよね。こうやって見ると植生って単なる背景じゃなくってもう風景そのものなんですよね。ボシ森だけじゃなくって一つ一つの丁寧な表現が作品全体に豊かな空気感をプラスしてました。凄腕モデラーの愛木さんとの合作を動画化しました。詳しくは概要欄をご参照ください。今回ご紹介した作品は幅が 600mm、奥行きが 300mm っていうとてもコンパクトなサイズでした。いや、それでも作品を拝見しているとそれ以上の空間の広がりを感じました。森の壁、覗き穴、S 字カーブ、成田屋の跡地、東関道の橋、そして豊かな植生、どれもね派手な演出じゃないんですけど、一つ一つの工夫が積み重なることでこの空気感が生まれてたんですね。僕も今回ボシさんの作品を拝見してコンパクトなスペースでも工夫したいでここまで豊かな空間表現できるってことを改めて勉強させていただきました。現在ボシさんはこの作品の拡張ジオラマを制作されているんです。以前動画でご紹介した作品でも拡張ジオラマで世界観が大きく広がってました。今回の作品もどういう風に進化するのか今から楽しみです。その拡張ジオラマはジャムこと国際鉄道模型コンベンションで展示予定だそうです。ご来場予定の方ぜひ実物をご覧になってください。最後に今回も快く取材をお受けくださったボシさん、誠にありがとうございました。そして皆様も今回も最後までご覧くださいまして誠にありがとうございました。
さて来週はメンバー動画として 600mm×900mm の板に複線エンドレスレイアウトを制作する設計の考え方とか制作過程、そして完成品の詳細をご紹介してまいります。よろしければそちらもお楽しみください。また次回皆様とお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。ジオラマ制作担当のアトリエモレジが皆様のオーダーメイドの作品を心を込めて丁寧に制作します。お問い合わせは概要欄のリンク先にあるオーダーメイドお問い合わせフォームからご質問ください。